今日はチョコレートパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコレートパウンドケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐバレンタインということで、バレンタインにぴったりな簡単チョコレートレシピをご紹介していきます。今回はパウンドケーキを作るんですが、ホットケーキミックスを使って簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、牛乳、無塩バター、グラニュー糖、ココアパウダー、チョコレート、こちらの材料で作っていきます。まずバターなんですが、こちらは無塩バターを使用してください。そして今回使うチョコレートはこちら、ガーナのブラックチョコレートです。このチョコレートに関しましてはお好みのチョコレートで作ってみてください。ミルクチョコを使う場合は少しね、お砂糖を減らしていただいてもいいかなと思います。こちらはですね、お好みなので調整してみてください。そして今回は18センチのパウンド型を使っていきます。こちらはですね、100円ショップのダイソーさんで購入しました。他のね、100円ショップにも売ってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。そしてここにですね、こちらクッキングシートまたはオーブンシートを切って、そして4箇所にですね、このように切れ込みを入れます。そしてこちらをですね、型に敷き詰めます。はい、こんな感じです。こちらはですね、生地を作る前に必ずセットしておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめに板チョコを刻んでいきます。チョコレートはですね、半分は砕いてチョコレートの生地の中に入れて、もう半分は溶かして生地の中に混ぜ込んでいきます。なのでまずはじめに生地の中に混ぜ込む方を細かく刻んでいきます。こちらをね、包丁で刻んでいきます。できるだけ細かめに刻んでください。はい、生地の中に溶かして混ぜ込む方はこのように細かく刻んでください。こちらのチョコレートは刻んだら耐熱のボウルに入れましょう。はい、これで OK です。続いてもう1枚のチョコレートは手でね、細かめに砕いていきます。こちらは適当に砕いてください。今ね、手で砕いてるんですが、包丁で砕いていただいても大丈夫です。生地の中にそのまま混ぜ込む方のチョコレートはこのように砕いてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずはじめにですね、先ほど細かく刻んだチョコレートの中に牛乳を入れます。そしてこれを軽く混ぜましょう。チョコレートをこのように牛乳に浸してください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらこちらをよく混ぜましょう。そしてチョコレートを溶かしてください。はい、OK です。チョコレートの粒がなくなるまで溶かしてください。少しね、粒々が残ってても牛乳の温かさで溶けるので、だいたい溶ければ OK です。そうしましたら続いてこちらのバターを電子レンジで溶かしバターにしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。30秒加熱しました。そしたらですね、こちらのバターが溶けるまでしっかり混ぜてください。30秒加熱しても溶けない場合はもう10秒ほど加熱してみてください。はい、バターはこれで OK です。続いて別のボウルに卵を割り入れていきます。そしてまず卵だけをよく混ぜましょう。よく混ぜたらここにグラニュー糖を加えます。そしてよく混ぜます。はい、グラニュー糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。この時にね、軽く泡立てる感じで混ぜていただくと生地がふわっとした仕上がりになります。そうしましたら続いてこちらに溶かしバターを加えます。そしてよく混ぜましょう。この時も軽く空気を入れるイメージでしっかりと混ぜてください。はい、 OK です。それでは続いてチョコレートと牛乳を加えていきます。加えたらこちらもしっかりと混ぜてください。材料はね、加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。はい、 OK です。続いて粉類を加えていきます。ホットケーキミックスと、あとはココアパウダーですね。こちらをふるいながら加えていきます。
はい、そして加えたらダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの生地の硬さになります。粉類を加えると結構ね、もったりとした感じに仕上がります。そしたらですね、最後こちら手で砕いたチョコレートを入れていきます。全部ね、入れちゃって OK です。そして今度はゴムベラで混ぜましょう。はい、パウンドケーキの生地はこれで OK です。それではね、こちら準備しておいた型の中に生地を流し入れます。流し入れたら少し高いところから 2,3 回落とします。はい、そしてこのように表面を平らにしてください。少し高いところから落としていただくことで中の大きな気泡を取り除くことができます。それではオーブンの天板に乗せて、こちらをですね、170度に予熱したオーブンでまず7分焼いていきます。はい、今ね、ちょうど7分焼きました。そしたら一旦取り出して、この真ん中に切れ込みを入れます。はい、このように一直線に入れてください。こうやって途中で取り出して真ん中に切れ込みを入れていただくことで綺麗にふっくらと膨らみます。それでは残り時間ですね、同じように170度のオーブンで33分焼いていきます。トータルで40分焼いてください。はい、焼き上がりました。このように綺麗にふっくら焼き上がってます。そしたらですね、一度竹串を刺してください。そしてこのように生の生地がついてこなければ OK です。そしたらですね、すぐ型から取り外します。やけどしないようにね、注意してください。はい、そしてこのままですね、しっかりと粗熱を取って冷まします。型の中に入れたまま冷ましてしまうと真ん中がくびれてしまいますので、必ず焼き上がったらすぐ型から取り出して冷ますようにしてください。そして冷ます時はですね、表面が乾燥しないように上にふわっとね、キッチンペーパーをかけておいてください。それではこのまま冷まします。はい、しっかり粗熱が取れました。じゃじゃーん、こんな感じでとてもいい感じに仕上がってます。ではオーブンシートを剥がします。はい、このようにふっくらとした仕上がりになってます。では切りたいと思います。はい、中身はこんな感じでとてもずっしりとした仕上がりになってます。はい、これでチョコレートパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこのようにとてもずっしりとした仕上がりになってます。そして砕いたチョコレートもね、このように中にたくさん入ってます。そして焼いてる途中に切れ込みを入れたことで、このようにふっくらと綺麗に膨らんでます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうね、チョコレートがぎっしりですっごく濃厚です。このね、砕いて入れたチョコレートが柔らかくなってて、それがまたアクセントになってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートパウンドケーキのポイントです。まずチョコレートなんですが、生地の中に溶かして練り込む方は細かめに刻むようにしてください。そうすることで加熱した時に綺麗に溶けやすくなります。そして砕いて入れる方に関しましては、適当に手で砕いていただいて OK です。今回私はですね、ブラックチョコレートを使ってるんですが、こちらのチョコレートはお好みのチョコレートで作ってみてください。ただチョコレートの種類によって甘さが変わってくるので、お砂糖の量は調整して作ってみてください。そして生地を作る時のポイントなんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして全部ね、生地を混ぜたら最後に砕いたチョコレートを入れて、そして型の中に流し込んでください。そして型の中に流し込んだら高い位置から 2,3 回落としてください。そうすることで表面が平らになるのと、あとは中のね、大きい気泡を潰すことができます。そして焼く時のポイントです。今回は170度のオーブンで焼きました。そして焼き始めてだいたい7分ぐらいしたら一旦取り出して真ん中に切れ込みを入れてください。そうすることで真ん中がパカッと割れて綺麗な膨らみになります。もしね、7分経って取り出してまだ表面が生の状態の時は、もう少し焼いてから真ん中に切れ込みを入れていただけたらと思います。今回はですね、トータルで40分焼きました。焼き終わったら取り出して一度竹串を刺してみてください。この時にもし生の生地がついてくる場合は、もう一度170度のオーブンで追加で焼いてみてください。
い。もし表面が焦げそうになってしまった時はアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。そして焼き終わった後は型からすぐ取り出して冷ますようにしてください。型に入れたまま冷ましてしまうと真ん中がくびれてしまいますので注意していただけたらと思います。あとはですね、取る時にすごく熱いのでやけどには注意してください。そして冷めたらですね、お好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。